チェンバーボーン。アップデート7。前回フォークテイルでクリアしたので今回はアイアンティースでハードやるどう。ビーバーシーズン7の始まりだぜ。今回はなで型ビーバーではなくこちらの怒り型のビーバー。ビーバーつついてないでさっさと始めろ。でマップはなんとなくでクレーターを選択。調査データによれば人間による暴力的な関与があった模様。ちょっと火山の火口みたいでかっこいいかも。カルデラってやつだな。がっつり遊びたいので難易度はハード。ビーバーのハードは気を抜くと滅ぶから気を抜くなよ。あいよ。ではカルデランド、海村じゃあ。クレーターがカルデラっぽいからの命名か、いつになく安直だな。それではビーバーたちのご入場です。何もないところだけど頑張れ。ふむふむ周囲を見た感じ水源はあの丘の上かな？結構近いな。水源の数は5個、それなりの水が確保できそう。だな。さらに周囲を確認したところ汚水の源2箇所を発見。このクレーターに溜まった汚水が、中央の盆地になってる部分に流れ込んでそうだ。でこの辺はスクラップット。おお、青い、ここにも水源あるぞ。汚水混じりの湖。村と麻薬の場所な上に水源は3個か。貴重な水だがすぐには手をつけられないな。隣はまた汚水の源のあるクレーター。穴が開いててさらに隣のクレーターに流れてるようだな。中央の盆地部分にも流れ込んでるみたいだね。中央を開拓するならいつかは工事とかしないとだな。とりあえずこの川の周辺で生活環境を整えるぞ。さあ開拓の始まりだー。まずは天然の階段があったので、これを起点にしてなんとなくで道を敷設して区画割り。町の中央のすぐそばに木が生えてるぜ。何をするにも丸太は必要。ビーバーよきにかじりつくのだー。木こりの起点を設置。でこっちは農場、コールラビを作付け予定。株みたいなやつ、フォークテールでいう人参ポジの作物。採集者の起点と倉庫も2つ用意。最初は不人気食品ベリーを採取だ。アイアンティースは繁殖にも使うから、ベリーは命の果実であります。おっと危ない最優先で水も汲まなきゃ。アイアンのポンプはノズルが6マスまでいけるのが便利。とはいえここ水深1マスしかないけどね。タンクに組んで保管だな。あと施設アンロックのために発明家もホイットな。地道な研究が未来を切り開く。さあビーバーよ、働け、もっと働けー。働くことこそがアイアンティースのモットー。こらうろうろしてる奴は働けー。細かい指示を出しビーバーに仕事を与えた。まずは丸太だ。丸太がないと何もできん。小ビーバーが見守る中トントンして起点を牽制越。労働時間は2時間伸ばして18時間労働だ。キリキリ働けー。鋭い前歯で木を倒す。そして疲れ果てた結果腕が4本になりました。いやそうはならねえだろ。2匹重なってるだけだ。前歯よく見ると2つあるし。てっへー。初日は生きるためのインフラ準備だけで終わっちゃった。野宿はかわいそうだから早く家用意してやりたいな。いのー、ちの水。ポンプ稼働で飲み水、ゲットだぜ。農家さんも完成してコールラビの作付け開始。帽子をかぶった可愛らしいビーバーがせっせと働いております。そこのお前、ひっまそうやなー。採集者を停止し建設作業に活かせる、うちのレイムさんはサボりは許さんタイプ。野宿かわいそうなので序盤で厳しいけど家も一軒建設依頼。バラックは10匹までしか入れない、帰宅が遅い奴は強制野宿です。開村3日目、そろそろ干ばつに向けてダムの建設しましょ。こっちは川幅が広いので狭いここにしようかな。貯水量は少ないがダム3つならコストも少ない、これならすぐ完成できそうだ。作付け終わって農家さん暇そうだったのでワンオペにしてさらに面積アップ。さすがにこれワンオペは無理だろ。収穫の頃にまた増員するよ。脱野宿。丸太がないので1軒だけ。研究を加速するために、立てまし。伐採作業で葉が欠けた時に使う砥石も横に設置。建設開始2日で無事ダムが完成。一安心。最初の干ばつくらいならこれで平気かな？深さがないから長期だと自然蒸発がきついぜ。近くの森がだいぶ切り開けてきたので、木こりの起点を壊して丸太の資材置き場を建設。開村5日で森を消滅させるビーバー。でその隣には回し車だーい。初めて見るタイプの回し車、アップでいつの間にかこんなんになってたのな。最大300馬力と結構パワーあるね。このパワーを使って製材所で板を作ってもらう予定。ビーバー不足で作業者足りんから稼働は干ばつ始まってからかな。ラディッシュの収穫が始まり当面の食料の確保に成功。倉庫も完成して保管場所も OK。お前、ひっまそうやなー。そいつはベリー育つの待ってるだけだろ。うちのレイムさんは採集者に厳しい。もっと働け。
周辺の木が減ってきたので木こりの起点を移しつつ、発明家を立てまーし。丸太在庫ゼロだ。繁殖ポットで増やしましょう。水とベリーで増える不思議なビーバー。丸太ないけど小さいタンクも建てまし。これ30しか保管できないが、今のビーバーの数なら1つで2日程度持つぜ。キリキリ回せー。ってまだ製材所できてねえだろ。意味のない労働させんな。てへへ。トリマ完成したけど干ばつでポンプ止めてる時にでもやらせましょ。使い板の原料の丸太自体も数が少ねえしな。などと色々できてきたところで干ばつ4日が襲来。ハード難易度は最大30日だが序盤なのでまだ優しい。ダムの貯水量はこんだけしかないけど、畑が潤ってるので OK。だな。どんどんだった。ブイー。ヒーハー、ワンオペで回し車を回せー。これはムキムキビーバーになりそうだ。そんなビーバーの働きにより板をゲット、化学ポイントを消費して階段を開放。これで遠くの木も切りに行ける。はい、切り終わった後に残った丸太は、道を敷いて消してから削除してきれいにしまーす。小技入りまーす。で階段登った先はオークとベリーが生えております。オークは丸太いっぱい取れるからこれでもうちょい村の開発ができそうだぜ。なんか板の在庫が増えないなぁと思ったら、板保管する資材置き場がなかったけん。今シーズンも安定のビーバー脳だな。ビーバー5で抗議すな。あ、タンクできたけど水じゃなくて菜種油用になってた。安定のやらかし。階段を終えたのでダムの対岸の開拓を開始だ。水源のある丘方面も伐採開始だぜ。水源の攻略には登る必要があるため、足場を安路を置く。序盤の貴重な化学ポイント。ではこんな感じで階段よろ。板の生産頼んだぜ、回し車ビーバー。いのー、ちの水。命の水が干ばつ4日の終了をお伝えしました。川の水は切れずに干ばつを乗り越えられた模様。でも干上がる一歩手前って感じだったようだ。畑の収穫が終わりちょうど更地になったので、作付け面積を減らすことにしました。2匹で輪作するにはちと広すぎ感あったよな。でもリバンの詰め所をアンロックして、空いた場所も含めて植林を開始だー。大量の丸太を確保するのだ。てなわけで多くをがっつり植えて、川にもマングローブを植林せよ。マングローブ、10日でそのまま食べられる実が10個収穫可能になるようだな。フォークテールでいうクリポジションの食べ物かな？水につけるから水生農家にも似てるな。さて今のダムじゃ貯水量が心もとないので、第2ダムの建設に取り掛かりましょ。堤防をアンロックして高さを2に調整してここに水門をつけてせき止める工事を計画。化学ポイントが足りないので、水門はなしで先行して堤防の建設が始まった。町の左側にも枯れたオークが生えてたけど全部消滅。ビーバーが通った後には何も残らない。などと地道な開発を続けてたら今度は6日の干ばつが襲来。前回ダムの水切りだったけど2日長い。こりゃ川が干上がっちまうかな？まあタンクの水だけで6日分あるし、水位減ってきたらポンプを止めるよ。畑が枯れるとビーバーが不人気食品ベリーを食べなきゃならなくなるぜ。堤防が完成してきたので二重水門を安路を置く。これが完成すればもうちょい長めの干ばつが来ても耐えられそうだぜ。で3日後、無事に水門完成だー。オラたちの村に水門ができた。ひとまずこれで水の確保は OK。だな。こっそり止めてた登山道の工事を再開、水源をなんとかして悪潮対策もしないとね。汚水が流れてくる悪潮はノーガードだと滅ぶ。そして干ばつ終了間際、川の水はギリ乾かず、ポンプを再稼働っと。最初のダム、思いのほか頑張ってくれたぜ。いのー、ちの水。6日間の干ばつ、特に問題なく生存でございます。まだまだ序盤も序盤、楽勝でありまーす。じゃこんなところで最後に街の様子を見てみましょ。周辺の木が切り倒されて結構開拓されたな。今回の MVP サンマスダム。低コストでサクッと作った割にいい仕事してくれた。ただいま農飯期、コールラビ農家さん。この広さだと2匹でもきつそうだな。ワンオペ回し車と製材所。乳酸出まくりなのか瞬きめっちゃしております。動力的には1匹でちょうど製材所が1軒動かせる感じでございます。工場増えたらえらい絵面になりそうだ。立てすぎた発明家。繁殖ポットのビーバーが出てくるまで労働力不足が続きそう。ではこんなところで今回はここまで。面白かったと思っていただけたら、高評価ボタンポチッとよろしくお願いいたします。励みになります。続きが気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。
ではまたお会いできることを願って。じゃ、ま